こんにちは、山下夏美です。8月13日、水曜日。今日はね、平塚ビーチパークのコート前で、久しぶりのオフショアスタートで練習してきました。サーフィンメインでスキムも両方楽しんでいく感じでやっていって、朝一ね、このサーフィンスタートなんですけど、かなり形良くてね、久しぶりにいい波来たんじゃないかなと思います。こんな感じでね、かなりロングライド、ウェーブライドがしっかりできる感じ。しかもね、これがね、左右来てて、かなり良かったんじゃないかなと思います。いい時間は、っていうか、ベストタイムは少ないというか短かったかなとは思うんですけど、それでもね、ここ最近の音書はに比べたらかなりいい練習できたかなと思います。こういう感じでウェーブライドして、で、ちょっとたるくなる場所はあったから、しっかりそこではポジションキープしてターンとかしながら、ポジションキープしながらやっていく感じです。これとか最後消えちゃうんですけど、かなりロングライドはできるかなといった感じです。しっかりね、ウェーブライド、レールワーク意識してやっていく感じで乗っていって、これとかいいね。すごい。ちょっと先消えそうだったけど、さらにその先に波があったの見えてたんで、しっかりパンプして前出て、3ショービットかけてコンプリート。これいいね。そう、テイクオフして、そう。で、ここでちょっと消えちゃうんだけど、で、この先で張ってるのが分かってたから、ここですね。で、ここまでパンプして前出る。いいね。これベストかな？どうだろう。かなりいい練習の中でいいライディングもできてたから、クオリティとしては間違いなく、久しぶりに波としても良かったんじゃないかなと思います。多少分厚かったけど、ローカルの人とかもみんな乗れてたんで、今日はやっぱり波良かったと言ってもいいんじゃないかなと思います。さあ、テイクオフして、スピナー。これちょっとね、レール抜けて上乗っちゃったんですよね。どっちかっていうと回っちゃった系ですね。意図せずスピナーしちゃった感じで。そう、これでテイクオフでスープに捕まってるから自然と回っちゃってって感じですね。これちょっともったいないね。それ以外にもちゃんとインサイド行って、ちょっといいライン探してみたりとか、そういうライン取りとかもね、しっかり探しながらやっていく感じで。で、人もそこまで多くなかったんで、しっかりね、いろいろ試しながら練習ができたかなという感じです。ゲットアウトもしやすかったし、流れは多少あったけど、でも全然ほぼないに等しかった感じで。練習としてはかなりいい感じできたかなと思います。ちょっとこの時間からね、少し潮が引き始めてましたね。潮止まりかなと思ってたんですけど、で、波来ないタイムはあったんですけど、で、来てもちょっとダンパーチックみたいな感じだったんですけど、少し引きの反応が出ててブレイクが速くなってるんですよね、この辺りの時間。一番ちょっとこの辺りが中途半端な時間だったかな、サーフィンするには。ちょっと難しかったと思います。全体的にちょっと速かったりとかあって、苦戦してたタイムですね。左右両方狙っていきながらね。合間でこういうライディングが取れるけど、ちょっとこれはもったいなかったね。レール抜けちゃったし。波数少ないかつ、ちょっと潮引き始めでブレイクは早いわで、ちょっと難しい時間だったかな、この辺りが。ちょうど潮の変わり目だったのかなと思います。ただこれとかは結構いいポジションだね。さあ、これちょっと最後もったいないけど。悪くない。でね、今日もクラゲにやられて、がっつり腫れてましたね。こんな感じで、かなりいい練習はできてる木でね。面白い波も入ってたし、こんな感じで。最後ちょっと早いけど、こういうのは。前に出たいとこなんですけどね、こういうのは。しっかり。すぐそういう時はアウト戻って、何本もチャレンジしていく感じでやっていってます。これとか悪くないポジションだね。テイクオフ。いいね。これ最後早いけど、しっかり決めてきましたね。ちょっと最後抜けちゃったけど。ここでちょっと思ったより早かったから。さあ、これもいい感じでテイクオフできそうですね。
いいね、しっかりアウトから取っていく。一瞬詰まっちゃったんですよね。これ、一瞬ね、これ、テール側にね、引っかかっちゃってるから、前出きれなかったんですよね、これ。ちょっともったいないね。そう、テイクオフしてで、そう、ここで一回引っかかっちゃったんですよね。これの影響で多分前出きれなかった感じです。さあ、これ、すげえアウトからセット入ってきたやつですね。ただこれめちゃめちゃ早かったね。これ。行く場所なかったね、これは。もうちょい右、カメラだと左側ですね。からアプローチしたいところですね、こういうのは。何もできずって感じですね。まあ、こんな感じ。ちょっとね、ペースが、波が合わないと、ダンパーチックでね、何もできない。波もちょっと何本かあったかなっていう感じです。これとかパンプしてインサイドまで乗り継いで、一回上がってきましたけど。ここからちょっと適度にね、スキムとかもね、インサイドも確認しつつ、まあメインはサーフィンやっていく感じとなってます。そう、こんな感じでちょっと速くなってきた感じですね。ちょうど引きの反応やっぱりこの辺りどんどん出てきてた感じだったので、ちょっと一番難しかった時間だったので、一回上がってスキムこの辺やっていってます。早速これも悪くない。でね、ちょっと手前が深いからね、難しかったですね。で、沖がちょっと浅いから、スープが思ったより速かったりとか、波は届くんですけど、うまく当てれなかったっていうパターンがちょっと多かったかな、スキムが。とか、うまく当てれても加速がもらえなくて、インサイドまで帰ってくるのが難しいパターン。そういうのがあったかな。そう。こんな感じで当てれてんだけど、引っかかりやすかったりとか、うまく前に出れなくて。ちょっと見た目以上に難しかったかなといった感じでした。こういうのはね、しっかり初速で取るしかないんで、こういう最後が消えちゃう波は。いかにこのアプローチの時に減速なくターン戻ってこれるかっていうのがすごい重要かなと思います。こういうのは。そのためには助走距離とかが一番重要かな。しっかり後ろから走ってっていうのを意識 しないとコンプリートするのは難しいかな。こういうパターンは。これとかいい感じに戻ってきましたね。しっかり初速取りつつたから。これはギャップ超えて、ちょっとスープだけの流しライン。ワンアクション。悪くない。この波だったら十分ですね。で、ここからね、またちょっと沖出て、サーフィンしていきます。で、レフト、ライト両方狙っていく感じでやっていくんですけど、いいね、最後ボディバリアルまで。少し難しいタイムでしたがね。まあでもこの辺りがね、ちょっとさっきまでの中途半端な時間ですね。いい感じに引き始めてきて、中途半端な時間が過ぎてきて、さっきまで乗れなかった、パワーなさすぎて乗れなかったやつがね、割れ始めてきてたんで、そう、こんな感じで少し乗れ始めてたんでね。さっきまで狙ってなかった波が。ちょっとね、たるくて消えちゃうのはあったんですけど、こんな感じで、ちょっと速そうなとこからテイクオフしても、最終的に軽くなってたんで、この辺りは。サイズはさっきより落ちちゃうんですけど、でも形は良かったんじゃないかなと思います。こうやってスキムの板でパンプして乗ったりとか、ミッドの人がメロに乗る系の波だったんじゃないかなと思います。ショートとかの人たちがこう当て込んだりっていうよりかは、こういう波だったらメロに乗る方がいいかなと思います。浮力ある板で。さあ、これいいんじゃない？しっかりパンプして前で出直してウェブライド。これ最後ちょっと消えちゃいそうだね。そうですね。でもいいんじゃない？こういうキープできてんのは。テイクオフして、もうちょいこれはね、しっかりスープ側に、そう、今戻ったあたりまで行きたいところですね、ちゃんと。こんな感じで、かなり癖はあるけどしっかり乗れる感じの波ですね。さあ、しっかりこれは前出て加速いいね。で最後ここでワンアクション。これ綺麗だね。かなりいいと思う。そう見ていただけると分かると思うんですけど、さっきのライディングもそうだったんですけど、最後の終着地点がねちょっとよれてたから、ここをどう乗り切るかっていう感じでしたね。まあ、無理せずプレイアウトしてもよかったかなっていう感じがあるかなと思います。こういうパターンだったら。
せっかくうねりが続いてんだったら、スキム抜いたならパンプして前出て乗るって感じで、僕は意識して練習していきました。で、ピーク回数ね、しっかりレフトとかも狙って、こういうとこはしっかりショービットとかも入れてるし、こういうちっちゃいトリックとかも意識して練習していく感じです。テイクオフ。そして、これちょっと早いね。そう、この辺りね、もう、がっつり潮が引いてきて、波が重なっちゃってね、ほとんど速い波しか残ってなくて、なかなか乗りづらくてね、このレフトとかまだまともに乗れた方だった感じで、最後はね、ちょっと難しい感じの波になってしまったんですけど、まあ、久しぶりにかなりいい練習ができた波だったんじゃないかなとは思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。もう平塚に来たら何か2メニューぐらいこなさないとっていう。